河野先生、はい。赤門道場メンバー全員合格おめでとうございます。イエーイ。いやもうね、最高だね。いやこの上なくね嬉しいね。まあ俺の場合はなんかこう合格見て、まあそうだろうなみたいな感じだったんだけど、もう10回ぐらいアーカイブ見返したからね。全部コメントバーって見るわけだけど、そのライブ配信になんかこの、ね、タイムスタンプつけて、ね、ここのシーンめっちゃいいみたいなコメントくれるときにこれ何のシーンだっけとか言ってウキウキしながら見て、結局その4人分の合格の瞬間をもう一回見返しちゃうみたいな。門下生は最後までどうなるか分からなかったし、なんかもう結構最初から、もしかしたらやばいんじゃないかって子たち。それは本当にそう初回のね、撮影の時は実力テストだったじゃん、これぐらいはまあ、ある程度は解けるかなっていう問題を各科目出して、思いのほかできてなかったし、あとまあその後にあった夏模試で、あ、この子いい判定なんだみたいな、思いのほかなんか判定悪いなみたいなの結構あって、ちょっとこれどうなることやらと思ったけど、まあなんとかねその合格まで、ね、勝ち取れてすごいなと思ったね。だから、結局やっぱ合格に大事なのって、覚悟だなって思ったね。覚悟、まあ赤門の門下生たちもみんな別に合格ラインに夏の時点で達してたわけではないのよ、全くね。だけどこうやっぱ門下生として、まあ、こう入門して、まあ、こう YouTube で常に大勢の人にその受験の進捗っていうのがさらされるわけじゃん。いやこの人たちを裏切れないなっていうので背水の陣みたいな状態だったわけじゃん。落ちるわけにはいかないみたいな強い意志があって、まあそれによって、まあ、最後まで走り抜けられたっていうのは大きいなって思ったね。俺自身さ、一昨年公認会計試験受けたじゃん。その時も正直ギリギリだったのよ。1ヶ月前までとかは余裕でいい班とかだったと思うのね。なんだけど公認会計試験受けますみたいな感じで宣言して、まあ後に引けない状態になってたからこそ、まあその最後の最後これ本当にやばいかもっていう状態で踏ん張れたし、結局は絶対合格しなきゃいけないっていうその強い意志と覚悟、これはやっぱり受験合格には必要不可欠だなっていうふうには感じたね。なんかそういうのをメンバー、その一人一人見てた時になんか、こういう時に感じたとかってずっと見てたからこそ、門下生たち全員超頑張ってたなっていうふうに思うし、まあこうきくんとかもね、例えばそのオフィス頻繁に来て、もう自主的にプロコーチたちに次何したらいいですか、これやってくださいっていうこうお願いをして、まあ動画上はすごいおちゃらけて見えたと思うけど、めっちゃ真面目だったよね。こうきくんはめっちゃ真面目。そう、想像以上に真面目で、まあ結果その英語の点数も倍以上伸ばすことできたし、だからこそその合格発表の時すごい緊張してたじゃん。多分こうきくんは合格レベルに達してるなっていうふうに思ってたのよ。そんなこうきくんが一番なんか手震えてたからね。いろんなプレッシャーと戦いながら、それでいて、まあ動画上はふざけてたけど、まあ真面目に普段のね学習は取り組んでたし、動画上ふざけてたって言ったら、まあ元気くんもね、メガネというかサングラスというかそれではふざけてたけど、やっぱ勉学に対してはもうめちゃくちゃね真面目に取り組んでくれて、まあその勉強開始の時期が高2の夏ぐらい、まあ夏から秋ぐらいっていう風にかなり他の人より遅れてたにもかかわらず、そこからもう真面目に取り組んで得意分野をガッと伸ばして、それでまあ医科歯科合格できたわけだからね。医科歯科だってすごいむずいよ。リーチよりね偏差値高かったりもするし、めちゃくちゃすごいよね。ももかちゃんも夏模試でいい判定取って、ももかちゃん結構こうバランス型で結構点数取れるなっていう感じだったんだけど、8月9月ぐらいまで地理ほぼノーベンだったんだよね。でそこからまあプロコーチとのまあワンツーマンで、まあ、地理の、まあ、特訓をして、で結果合格ラインまで持ってったし、まあ、直前の模試では B 判定くらいもうめちゃくちゃね伸びてたわけだから、それも本当にももかちゃん超真面目に勉強してたのよ。てかまあみんな真面目だったね。新くんだって、新くんが真面目なのはもう動画見てたらわかるか。まあその新くんは唯一の浪人生で、やっぱこう現役時代しかも結構な点数で落ちたよね。40点差ぐらいで落ちてたから、まあその苦手な数学っていうのを克服しつつ、得意科目の社会っていうのをガッと伸ばして、
あとやっぱその新くん英検1級持ってるぐらい英語得意だったんだけど、全然東大英語の点数取れてなかったのよ。120点中70点とか、もっと取れてもおかしくない実力はあったのにね。答案で点数が取れるようにこうチューニングした、社会とかも含めてこう冒険しすぎず、手堅いその答案を書く中で英語力の差っていうのを周りの受験生に見せつけるみたいな、その周りの人と同じような、答案を書くことによって結果としてその英語力の凄さっていうのがこう際立つわけじゃん。そういうこういろんなこう、工夫をすることによってなんとか全員合格することができたね。みんなこの1年で成長したと思うんだけど、マジで初期の動画見たら、なんかみんな若いね。若い。それ思った。全員合格した後、第1話見た。どんな感じだったっけなって、そのよそよそしい感じも含めて、でもやっぱりね、顔が若い。逆にこう今はもうほんとキラキラしてるというか、自分に自信がついたんだろうなっていう、こう自信に満ち溢れた顔してるよね。ああ、なるほど。やっぱこう受験っていう、高い壁っていうものに向かって努力することによって、人間としてもすごい成長したんだろうなというか、やっぱ受験に向かって、何かに向かって本気で努力するっていうことが、その人を成長させてくれるんだなっていうのは強く感じたね。いやほんとね、受験生のみんなもう受験乗り切った後すごいんだって、解放感が。もう自分これ乗り切ったんだ、すごいな自分って思えるから、その解放感っていうのを楽しみに今はね、苦しい時も踏ん張ってほしいね。いやーでも、1期終わりましたね。そうだね、1期も終わりましたが、なんと3月31日に2期の募集が開始します。イエーイ。いやもう1期はね、本人たちの努力もあり全員合格に終わりましたが、河野塾イズムを徹底基礎講座を見てもらったり、プロコーチたちの指導もあったりと、サポートさせていただきましたと。2期の方もね、その1期の背中を見て、ぜひね、覚悟を持って全力で突き進んでもらえる、そういうね、東大受験生の方は3月31日動画があります。その動画の概要欄の方から応募が開始しますので、ぜひね、本気で東大合格を目指す方は、その熱い気持ちを持って、その応募をしてもらえたらいいなというふうに思います。赤門1期生のみんなもね、面接の段階から東大合格っていうことに対して強い気持ちを持って、それをすごいアピールしてくれたので、その本気度っていうのを買ってね、その採用の方にも至りました。なので、ぜひ皆さんも、その本気で受験を目指す方、限定で、ふるってご参加いただけたらなというふうに思うので、赤門2期生のみんなと会えるのとても楽しみにしています。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。